皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方プロジェクトシリーズの新作第 18.5 弾バレットフィリアたちの闇市場の考察をやっていきますよ。おー、ついに来てしまったか。しかもマリサが主人公らしいじゃないか。さらにタイトルがいつもと違っていて非常に興味深いんですよ。どういうストーリーになるのか、今後の東方プロジェクトにどのような影響があるのかなど考察していくので楽しみにしていてください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは早速授業開始です。それでまずは、新作のバレットフィリアたちの闇市場の分かっている情報を一緒に見ていきましょう。昨日東方プロジェクトの生みの親であるカンヌシズンさんからツイートがありました。一体どんなコメントか気になるよ。そして東方よもやまニュースを通してのコメントで、どうもズンです。来たる8月13日、14日はコミックマーケットが開催されます。100回目のコミックマーケット、おめでとうございます。楽しみですね。さて、そんな100回目のコミケを記念して、うちも新作をリリースします。とのことで、東方プロジェクト最新作である第 18.5 弾バレットフィリアたちの闇市場がなんと発表されたのですよ。なるほど、コミックマーケットの100回目を記念した作品でもあるのか。ところでコミックマーケットとはどんなイベントなんだ？コミックマーケットは、世界最大の同人誌即売会、よくコミケ、コミケットなどと略されますよ。そこでしか手に入らない限定グッズが販売されていたり、ファンが作った同人誌が売られていたり、大勢の人がコスプレを楽しんでいたりする場所で、東方プロジェクトももちろん歴代のコミケで人気のコンテンツとなっているんですよ。なるほど、そんな素晴らしいイベントがついに100回目ということでそれを記念した作品でもあるってことだな。わざわざタイトルがバレットフィリアたちの闇市場となっていることからもわかりますね。歴代の東方プロジェクトというのは、東方〇〇というのがお決まりだったよね。そうなんですよ。それは小数点の作品でも同じことで例えば、東方プロジェクト第 12.5 弾となる作品のダブルスポイラー、東方文化庁や、上海アリス弦楽団と黄昏フロンティアの共同制作による東方プロジェクトの格ゲー作品でも第 14.5 弾東方新記録となっているんですよ。おいおいおい、ということは今作はかなり異例すぎないか？今作は非常に何か今までとは違う雰囲気が醸し出されてますね。またジャケットが非常におかしいんですよ。今までならキャラクターの影を使用されていたのにもかかわらず、マリサがおしゃれなファッション雑誌のように爽やかなジャケットになっているんですよ。正直羨ましいんでしょう。切ない。妬ましい。あとコメントでもある通り、交流道の後の話になるようで、スタートメニューも交流道で使われたアビリティカードが書かれていますね。アビリティカードとは人間や妖怪など様々な東方プロジェクトのキャラクターの能力が封じ込められたカードのことだぜ。もし天球ちまたとアビリティカードについてもっと知りたい方はこちらを見てみるといいぜ。そんなストーリーのあらすじは、市場の神は言った。アビリティカードは普及し、陳腐化し、市場は日常に変えるだろう。しかし、神の思惑とは異なり、なぜかカードは価値を増す一方だ。誰かが価値を操作しているのだろうか。それとも、一部のコレクターが買い占めしているからだろうか。カード市場が混乱を極めたその時、神の介入ができない市場、闇市場が開かれた。という風な内容となっていますね。これは非常に興味深いな。このあらすじを簡単にまとめると、市場の認知が低くなり、力を失いつつあった神の天球ちまたが飯綱丸からアビリティカードの売買について話を持ちかけられ、利用されていることは承知の上で了承。飯綱丸のビジネスが成功する頃には神としての力を取り戻し、大天狗など恐れるに足らないと考えてたのですが無事に霊夢たちに倒されて落ち着きました。ここまでが交流道の話だったよね。しかしなぜかカードは価値を増すようで、これは誰かが価値を操作しているのではということ。そこでマリサが異変を調べるということだな。まあ、ざっくり言うと異変というよりその後の後処理みたいなものと思ってもらえれば OK です。なるほどね。それにしてもまだ誰かが、アビリティカードを操作している可能性があるってことかよ。ニュースに載っていた写真を見るとなんとエタニティラルバと豪徳寺ミケが搭載されていました。あやややや、ついにあの幻想郷の賢者の一人であるマダラオキナガラルバは神ではいかという伏線回収ときたんじゃないか？その可能性はありますね。マリサさんも言ったように、幻想郷の賢者の一人にして、姫神であるマダラオキナからは、アゲハチョウの妖精ではなく常世神なのかもしれんな、とも言われていて、神様である説も浮上しているんですよ。その常世神ってなんだっけ？めちゃくちゃおっかなそうな神だな。日本において、常世から来たと考えられた神様です。時は7世紀半ば、現在の山梨県や静岡県を流れる富士川のほとりで、人々の信心の対象になっていたものがあったそうです。それは蚕に似た虫で、アゲハチョウの幼虫ではないかと考えられているんですよ。そういえば、ラルバの見た目をよく見てみると、下から幼虫、
さなぎ、アゲハチョウになっているよな。この虫は、海の彼方にあると信じられていた国常世の国から来たと考えられ、常世の神と呼ばれているんですよ。そして、この虫を祀れば、貧しい人派豊かになり、老いた人派若返ると言われました。ふむふむ、名前にから見るとおっかなそうなイメージだがいい神様なんだな。さらには、東方原作の制作者ズンさん自身も謎めいたものを秘めた妖精とコメントしていて、あと一面ボスとはいえ、エタニティラルバという少し強そうな名前にしたようです。ズンさん公認で謎めいたキャラだもんな。今作で何かわかりそうだぜ。またアビリティカードに刺激的な鱗粉というのが登場するようです。アビリティカードの内容は、至近距離に鱗粉をばらまくエタニティラルバの能力、全方向に攻撃するわ。でもその結果、遠くまで届かなくなっちゃった。それでもいいよね。このコメント絶対マリサじゃなくて悪霊の巫女だろ。いや悪霊を取り除く方ね。確かにこのやる気ない適当な感じはマリサというよりはレイムらしいコメントですね。あとラルバの鱗粉を撒き散らす程度の能力の意味もわかりそうだな。この感じだとバフの効果があるようですね。どうやら全方向に弾幕攻撃できるようになる代わりに、至近距離までになるようです。でもこれ道中は最強すぎないか？マリサの火力ですのでほぼ無敵ですね。まさに神すぎるアビリティカードじゃん。ちなみにもう一つの写真に弾幕中のマリサの近くに魔法陣のようなものがあり、もしかすると新しいショットを身につけている可能性がありますよ。おお、これはもうもはやレイムが強い時代は終わったんじゃないか？うぎぎ。それ東方地霊殿3面でレイムから出たまさかの発言でしょ。他にも、一番左はハニヤス神経機の手のようなアビリティカード、ストロベリー色の餅つきを持ったウサギなことからセイランのアビリティカード、小石ちゃんの包丁のアビリティカード、頭が飛んでいることから赤番機のアビリティカードが追加されるようですね。全部見たことがないカードだからまだどんな効果があるのかわからないな。というか小石の包丁のアビリティカード怖すぎだろ。間違いない。またミケもデカデカと登場していて、何か大きな役割がありそうです。豪徳寺ミケはミケ猫として生まれたのですが周囲の反発にはなかなか苦しい過去があったようです。交流道ではそんな苦しい過去から吹っ切れたように、アビリティカードの売買をしていたよな。今作はそんな過去を見返すために何かするのではとも考えられますね。ということは、あの美脚生足で蹴り入れるんじゃないか？それ逆にご褒美やーん。ニュースからの情報はこんな感じですね。なるほどね。私の感想としてはやはり非常に今までとは異質な感じがするな。そこですよね。タイトルがまず気になるところです。バレットフィリアのバレットは沖縄のスペカのアナーキーバレットヘルとかで使われる通り弾幕のことです。フィリアが愛好家になるよな。なのでバレットフィリアは弾幕愛好家となるんですよ。弾幕の研究を続けるマリサらしいタイトルだな。その通りですね。なんとなく、こういうタイトルの付け方はどちらかというと、おそらく CD のシリーズの一つであるズンズミュージッククールレクションで使われるのですが、弾幕ゲームの方で使われるのは奇妙なんですよ。確かに夢科学世紀とか、旧約酒場といった音楽作品に近いかもな。旧約酒場時点でズンズミュージッククールレクションに収録された曲の数は、ちょうど100曲となっているので、100回をかけられているのではと思われますね。なるほどコミケ100回目と音楽作品が100曲目を祝うってことか。ますますどんな作品になっているのかめちゃくちゃ気になるよ。非常に今作はいつもよりぶっ飛んだ作品となっている可能性が高いので楽しみです。最後に余談なんですが、マリサの隣のアビリティカードがあるのですが、レイムの引用玉とマリサのミニハッケロが置かれているんですよ。本当だ。よく見るとそうだな。そしてマリサの目線がなんとレイムの引用玉の方に向いているのです。あらあら、まさかの原作でレイマリが見れちゃうとは。こういった遊び心は相変わらずで、東方プロジェクトはこれからもそうだということを表しているのでしょうね。それでは今回の授業はここまでにします。視聴者さんの知っている情報があれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。